ちは。みじゅうが作るみじゅうに安らぎを与えるみじゅう ASMR。 はい、ちょっと楽しみですね。はい、今日はみじゅうのためにまこオリジナルの音を作ってみたいと思います。みじゅうに集中力が必要な時、役に立つようにシャカシャカと心地の良い音を作ろうと思うので、ぜひ期待してください。はい、それではウィスパートークの質問に答えていきたいと思います。1問目、日記勉強 ASMR を聞いたことはありますか？私はモッパン食べる ASMR は聞いたことあるんですけど、書くのは初めてですし、聞くのも初めてです。印象深かったこと、よく私チキンのモッパンとチョコレートのモッパン見てました。ウィスパートーク質問に、幼い頃書いた日記の中で一番記憶に残る内容があれば教えてください。家族旅行に行った時の日記。なんか家族で一緒に外で遊んだりもしました。楽しかったです。はい、3問目、最近も日記を書きますか？最近書いた内容を教えてください。はい、最近書いた練習終わりに宿舎に帰ってきてお腹が空いたので、ジャージャー麺を頼んで、リマとニナとアヤカと4人で食べました。もう一気に一口大きく食べたりしました。楽しかったです。多分この音めっちゃいい。すごい綺麗。ちょっとやってみたかったことある。3本書きで。私日記帳を可愛くデコりたいんですけど、そこまで勇気がないので、今日はなんかいろいろテープも使ってみたいなと思ってます。はい、初めてこうやって ASMR をしてみたんですけど、食べるのを結構見たりしてて、書くのって本当に初めてだったので、でも聞いてて自分でもなんかすごく聞き心地がすごく良かったので、いい音を出せるように頑張りたいなと思ってます。はい、今日私が ASMR をしながら書く日記は、想像の中の素敵な一日です。はい、私が夢見る一日を描きながら音を作っている間、守らないといけないルールがあるそうなので、じゃあ先に説明したいと思います。20 ASMR は3分間行います。絵日記を書く間、一切声を出してはいけません。声を出した分だけウィジュへのキャプチャータイムが待ってます。声を出さずに終われたらファンクラブにウィジュだけの特別映像をプレゼントします。そうです。静かに日記だけ書いてればいいってことは、多分黙って書けばいいので、多分大丈夫だと思います。これは絶対できると思います。はい、じゃあそれでは始めていきたいと思います。スタート。
私絵を描いてきます。いい感じ。チョコも好きなんで、チョコレモンとチョコ。3分が終了しました。はい、どんな絵日記が完成したのか説明したいと思います。じゃん、現在ヨーロッパにいます。ヨーロッパで優雅にショッピングをしながら美味しいものも食べながら街を歩いてます。素敵な一日じゃないですか。私の理想です。こうやってワンピースもこうヒラヒラってしたのを着て、おっきいこうつばが大きい帽子もかぶって、手にはもう持ちきれないくらいの荷物を持って、こうやってシャラランって歩くのが夢ですはい、はい、3分間の間で何回声を出しちゃったのか教えてください。9回ですか？9回でプレゼントってウィジュに行きますかね？行かないですよ。やってしまいました。すいません。もう本当にすいません。もう静かにできないタイプです私。はい。選んでいきたいと思います。美女のみんなごめんなさい。もう本当に。いきます。じゃん。自分だけの自撮りポーズを見せてください。自分だけの自撮りポーズ。まあ、角度的にいくとこう斜め45度でこんな感じですね。こちら側の顎のラインを見せつつでちょっとこのハートで顔をちょっと隠してでこんな感じの角度で自撮りをよく撮ってます。ちょっと恥ずかしいじゃないですかじゃあそれでは私のセルカのポーズをします。いきます。はいはいはい。次はこれです。ここは雑誌の撮影現場。モデルポーズを見せてモデルポーズはい、じゃああと一つ選んでいきたいと思います。いきます。いろいろなバージョンのハートを見せてください。そうですね。ハートです。ハートはいっぱいあります。大きいハートから。でもっとちっちゃいやつ。でもっとちっちゃいやつ。でこんな感じです。はい。
20が直接作るヒーリングサウンド、私自身も日記を書きながらすごくなんか楽しかったですね。なんか小さい時をすごく思い出しました。今日一日も幸せな一日になりますように。ではこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、バイ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  ASMR 皆さんこんにちは。今日は20が作るいろんな音で20をリラックスさせようかなと思います。20ASMR の時間です。イエーイ。私は今からどんな音を出すでしょうかという感じなんですけれども、ここに見ているある通りペンとかいろんな私の大好きな文房具があるので、それでいろんな音を出していきたいと思います。今回音をね出すのが初めてなのでちょっと緊張するんですけれども、やっていきたいと思います。質問があるんですけど、日記や勉強 ASMR を聞いたことがありますかとのことなんですけど、私は寝れない時とか一人でいる時によく ASMR を聞くことが多くて、なんかカフェの中でこういろんな人がこうパソコンのこのカチャカチャって音とかなんかめくる音とかをよく聞いて、私も勉強を一緒にするっていうのはたまにしてますね。で、私が今回 WIZUEN の皆さんにどんな ASMR を作ってあげたいかというとですね、私もそんな感じに皆さんが私と一緒になんか日記を書いたりとか、夜寝る前にする一個のルーティーンの中に私の ASMR を入れてくれたらなと思います。私もともと小さい時に想像力豊かだねって結構言われることが多かったんですよ。多かったっていうかママがよく言ってたんで、ママにしか確か聞いてはないんですけどはい、ママ曰く私結構想像力が豊かで作文を書くのがうまいんじゃないかってよく言われてましたね。では今からですね、ここにある道具を使って音を立っていきたいと思います。イエーイということで、私もちょっと落ち着いて、私がさっきから気になってるのはですね、こちらです。ペンシルシャープナーですね。こちらいきます。8年ぶりとかですね。いきます。えおー。
ということで、本題に入りたいと思います。私は今日自分の想像の中の一番素敵な一日の絵日記みたいなものを書いていきたいと思います。なんですけど1個なんかルールがあって、それを絶対守らなきゃいけないそうです。はい、無言のね絵日記タイムということで、それを3分行うんですけど、行っている間は一切声を出してはいけませんというルールですね。すごいルールだもし声を出したらその分キャプチャータイムが発生しますとのことなんですけど、なんだろうな、罰ゲームみたいなものですかね。一言も声を出さなければファンクラブで BGU の皆さんに特別映像をプレゼントすることができるそうです。はい、では今から私の想像の中の素敵な一日の絵日記を書きたいと思います。でもね、今からスタートしちゃうともう3分間喋れないので、ちょっと一回ちょっとわーおわーOK Let's go! Start!はい、終了です。イエーイ、やっと喋れた自分の想像力をいっぱい詰め込んだ、絵日記を完成させましたということで、じゃじゃーん、なんかですね、こちらは私の想像した素敵な一日の絵なんですけど、コンセプトは3歳児、5歳児、8歳児ぐらいの絵って感じですね。なんかちょっと時間もあんまりなかったので、ちょっとね雑にしたのもポイントなんですよ。これはそういうテイストです。彩香のNiZuのキャラクターのあのちゃんを描こうと思ったんですけど、なんか描けなかったのでそして、私がなんでこの絵を描いたかというと、これベッドなんですよね。色つけるの忘れちゃったんですけど、ベッドで、これリーヌちゃんで、本でRelax, I love you って書いてあるんですけど、私いつも夜にお風呂入って寝る前にちょっとでもリラックスタイムがあると、今日はいい一日だったなって感じるんですよね。今日はプロダクティブな一日だったなって思うんですよ。そうなので寝る前にベッドのこの壁みたいになるじゃないですか。そこにこうもたれかかって、ここまでお布団をこうやって、そこで勉強するなり日記を書いたり、そういうことをすると一日良かったなって思うので、その一瞬の感じを書いてみました。はい、キャプチャータイムの時間がやってきたので、私が3分の間何回声を出したのかを聞きたいと思います。どうぞ。3回。
3回、素晴らしい。1分に1回くらい、ナイスナイス。ということで、どんなキャプチャーポーズをするのかミッションボックスの中から選んでいきたいと思います。5月にださまざまなバージョンのウインクを見せてくださいってなことですね。はい、さまざまなバージョンのウインクを見せてくださいなんですけど、私これ3回しなきゃいけないんですよね。多分 3回言っちゃったので、私こっちできないんですよ。こっちやってるの見たことないと思うんですよね。普通のウインク、私がよくするウインク、はい、1個目です。2個目は何のウインク？驚いたウインク。はい、3個目はなんだろうな。はいです。ありがとうございます。世界一恥ずかしい今この時点で